最初の$1300で勝ったつもりが、2件目で待っていたのは警察だったぜ。一度うまくいったから、次も同じように通ると思ったの？18歳の人物が偽造小切手で$1300を得たとされるんだぜ。でも、現金を受け取れたから、本物だとは限らないよね。その通りだ。発覚が遅れただけでも、本人には成功に見えるぜ。どうして警察がいるの？ここでも受け取れるはずなのに。それ、本当に通ると思ったの？店員も確認するでしょ。問題は偽造の巧妙さじゃない。一度の成功で警戒心が消えたことだぜ。たった一度で、自分は見抜かれないって思い込んだのね。最初に得た現金が、次の危険な判断を後押ししたと見られるぜ。前と同じように出せばいい。今回も何も起きないはず。その安心は根拠じゃなくて、前回の結果によっているだけよ。店内の空気が変わり、レジの音まで遠く感じたかもしれないな。目の前の現金しか見ず、その先の危険を忘れていたのね。事件浮遊で確認できる骨格は、次の店舗で警察が対応したところまでだぜ。逮捕や起訴まで決めつけず、まず何が起きたかを追うのよ。なぜ同じ行動を繰り返したのか、そこに今回の怖さがあるぜ。偽物そのものより、一度の成功が判断を変えた過程を見るのね。時系列を戻そう。始まりは、最初の店舗のサービスカウンターだぜ。18歳の人物が、偽造されたとされる小切手を持ち込んだのね。これを受け取りたいんだけど、ここで手続きできるよね。内容を確認するから、少しここで待っていてほしい。これは抽象化した再現だ。実際の会話が判明したわけじゃないぜ。偽造方法や確認を抜ける手順も、ここでは扱わないわ。必要なのは手口の再現じゃなく、判断が崩れた流れを知ることだな。犯罪のやり方を細かく見せたら、教訓から外れてしまうものね。小切手は見た目だけで、本物か偽物か判断しにくい場合があるぜ。店員がすぐ疑わなかったとしても、信憑性の証明にはならないよね。米国の公的機関も、偽造の発覚には時間がかかると注意しているぜ。確認に時間が必要なら、その場の受け取りは最終結果じゃないのよ。何も言われなかった。やっぱり、この小切手は通ったんだ。そんな内心だった可能性を描くが、本人の供述ではないぜ。事実と真理の再現は、きちんと分けて聞く必要があるわね。沈黙を安全の証明だと受け取る。そこから誤算が育つんだぜ。そして最初の換金で、$1300を得たとされているぜ。18歳にとっては、かなり大きな金額に感じられたかもしれないね。ここで本人の中に、危険な成功体験が完成したわけだな。本当に受け取れた。心配していたことなんて何も起きなかった。でも、現金が出たから本物とは限らないって話だったよね。そうだ、確認途中の結果を最終的な勝利と誤認した可能性があるぜ。待つべき時間を知らないと、発覚していないだけとは考えにくいのね。目の前の札束は具体的だが、後から来る損失は見えにくいんだぜ。これだけ手元にあるなら、私のやり方は間違っていなかった。そう考えたという断定はできないが、成功後の過信を示す再現だぜ。運が良かっただけなのに、実力で見抜かれなかったと思うのね。一度の結果だけで、店員も仕組みも理解した気になるわけだな。そこでやめる発想はなかったの？危険は残っているじゃん。やめる理由より、もう一度得られる利益が大きく見えたのかもしれないぜ。動機そのものは未確認だから、金銭欲だとは決めつけられないわ。仲間の勧誘や承認欲求があったかも。公開情報では確認前だぜ。確かなのは、最初の$1300の後、次の店舗へ向かった骨格だぜ。店舗同士の距離や、移動にかかった時間は分かっていないのね。だから、すぐ移動したとも、計画的に回ったとも断定できないぜ。わからない部分を刺激的な物語で埋めたら、事実から離れるわ。前と同じなら大丈夫。次も同じように受け取れるはず。これも心理構造を示す再現で、実際の発言ではないからな。同じ結果を期待するほど、違う可能性が目に入らなくなるのね。最初の成功が、次の店舗へ進む心理的な許可証になったわけだぜ。次の店舗に入った時点で、状況は本人の期待と違っていたぜ。店員も警察も、何も気づかないって決めつけていたのかもね。ただし、警察がいつ、なぜ現場にいたかは確認できていないぜ。最初の店から連絡があったと、勝手に繋げるのも危険だよ。待機していたのか、別の経緯だったのかも、今は断定できないな。あの人たち、どうしてこっちを見ているの？何かがおかしい。成功の記憶だけを持ってきたら、この変化には対応できないわ。予想外の存在を前にして、万能感が一気に崩れた瞬間だぜ。確認できる結末は、この店舗で警察が対応したとされるところまでだぜ。逃走や抵抗があったとは言えないし、手錠の描写も加えられないわ。逮捕や起訴、判決、正確な容疑名も、
最終確認前の情報だぜ。分かっている事実だけでも、1度目との落差は十分に大きいね。現金を得た場面では終わらず、後から確認が追いつく場合があるぜ。一度通ったように見えても、記録そのものは残っているのよ。最初の店で何も起きなかったという理解が、そもそも早計なんだぜ。成功じゃなく、問題がまだ表面に出ていなかっただけなのね。ここからは、1度目が2度目を呼ぶ心理の構造を見ていくぜ。悪い人物だったで終わらせたら、同じ連鎖を防げないものね。人は利益を得た行動を、もう一度選びやすくなる傾向があるぜ。今回は、最初の1300ドルが強いご褒美に見えた可能性があるわ。しかも利益は即座に見え、危険な結果は遅れて姿を現すんだぜ。一回通っただけで、社会全部を出し抜いた気になる、安い万能感だぜ。成功したんじゃなくて、発覚が遅れていただけなのよね。だが本人の視点では、見抜かれなかったという結果だけが残るぜ。偶然と能力を取り違えると、次はもっと大胆になりやすいのね。自分は例外だという感覚が、危険を小さく見せてしまうんだぜ。店員が止めなかったから、認められたと誤読した可能性もあるわ。周囲の沈黙は承認じゃない。確認が終わっていないだけかもしれないぜ。何も言われないことと、問題がないことは、全く別なのよ。それでも人は、自分に都合のいい意味を沈黙へ与えがちだぜ。止める声がないなら進んでいいと、自分で許可を出すのね。1300ドルは今すぐ使える利益に見え、後の損失を隠してしまうぜ。信用の低下や返金の負担は、その瞬間には手触りがないものね。法的な責任の可能性も、遠い未来の話として軽く見えやすいぜ。目の前のお金が大きいほど、未来の自分へ損失を押し付けるのね。小さな成功が判断の基準を変え、危険な反復を普通にするんだぜ。保護者なら、急な現金を見つけた時点で違和感を放置できないわ。ただ怒鳴って終われば、本人はニュース経路を隠すかもしれないぜ。金額だけじゃなく、誰から何の対価で受け取ったかを聞くのよ。家庭環境や親子関係を、今回の原因だと決めつける材料はないぜ。それでも、家庭で確認できる兆候から目をそらす必要はないわ。責める前に話を止めず、入手した場所と相手を順番に聞くのね。不自然な説明があれば、本人だけで解決させないことが大切だぜ。恥ずかしさで隠すほど、次の行動へ進む時間を与えてしまうわ。早い確認は処罰のためだけじゃない。連鎖を止めるためなんだぜ。一度の現金を成功と呼ばせないことが、次の被害を防ぐのね。では結末だ。次の店舗で、本人の想定と違う対応が始まったぜ。最初と同じ現金を期待した先に、警察官がいたとされるのね。警察がどの情報を把握していたかは、公開資料の確認が必要だぜ。最初の店舗から記録が届いたと、今の段階では言えないわ。ただ、取引の記録や照合が後から追いつく可能性はあるぜ。手元に現金があっても、問題まで消えたわけじゃないのよ。偽造が判明すれば、一時的に反映された金額が戻される場合もあるぜ。受け取った側が不足分を負担する場合もあると、注意されているわ。だが、この人物が実際に返金したかどうかは未確認だぜ。一般的な仕組みと、この事件で起きた結果を混ぜないことね。最初の1300ドルは、確定した利益ではなかった可能性があるぜ。一時的に持てたお金と、正当に自分のものになったお金は違うわ。失うのは金銭だけじゃない。店舗や金融機関からの信用もあるぜ。家族から、なぜ黙っていたのかと問われる痛みも残り得るよ。ただし、家族へ実際に連絡があったとは確認されていないぜ。そこは生活上の損失を考えるための、抽象化した場面なのね。逮捕や起訴を断定せずとも、一度目の成功が反転した点は見えるぜ。得をしたつもりの行動が、信用を危険にさらしたということね。最後に、家庭でこの連鎖を止めるための確認を整理するわ。うまい話ほど失笑を確かめる。それだけで止まる連鎖もあるぜ。確認の一つ目、他人名義の小切手や代理換金を引き受けないことよ。換金するだけで謝礼を出すと言われても、預からないことだぜ。知らない相手のために現金化する話は、その場で断るのよ。受け取った資金の一部を返せという誘いにも応じないことだな。確認の二つ目、一度換金できても、安全だと判断しないことよ。発行元、名義、ニュース経路、正規の金融機関へ確かめるんだぜ。相手が教えた連絡先だけを信じず、公式の窓口を調べるのよ。確認が終わるまでは、そのお金を使わずに保留することだな。確認の三つ目、急な現金は、誰から受け取ったかまで聞くのよ。なぜ受け取ったか、どこで受け取ったかも、順番に確認するぜ。となる前に、誰から受け取ったお金なのか聞くべきね。責める口調より、
事実を一緒に整理する姿勢が連鎖を止めるぜ。不審な小切手を受け取ったら、使わず正規窓口へ相談するのよ。金融機関や警察など、確認できる相談先へ持ち込むんだぜ。一度通ったという感覚を安全の証拠に変えないことが大事ね。現金を得た瞬間ほど、誰の金か、なぜ来たかを疑うんだぜ。家族で早く話せれば、2度目の店舗へ進む前に止められるわ。この事件の年齢区分、容疑名、逮捕、起訴、判決は最終確認前だぜ。未確認情報を断定したり、関係者を詮索したりするのはやめるんだぜ。隣人の狂気では、身近に潜む判断の怖さをこれからも追うぜ。続きが気になったら、チャンネル登録して次の話も見てね。